いや、春がね、あっという間に終わっちゃいましたね。この動画見ているとですね、なんかこんな日もあったなって、なんかすごく哀愁に浸ってしまうんですが、去年の冬からですね、いろいろありました。僕もお別れがあり、そしてですね、また実は最近ですね、新たなお別れがあったりとかしてですね、心がめちゃくちゃ折れている状態なんですけれども、ラジコンのことをね考えている時だけそういったことを忘れられるのでね、やっぱり僕にとってこの RC クローラートレイルトラックのね趣味っていうのは本当にありがたいものですね。皆さんのおかげでございます。ありがとうございます。ということで今回はですね、このエレメントエンデューロ武士道をですね、横浜の方のですね公園で走らせた時のですね様子を見ながら少し語っていきたいと思います。開封レビューの方はですね、もうすでに出しているので、そちらの方もね合わせてチェックしていただければと思います。エレメントエンデューロ武士道、これはですね、リリース当初はですね、正直僕もですね微妙だなと思ってました。このボディの感じチープですよね。エレメントってやっぱりどのボディもねなんとなくやっぱチープなんですよ。でそれがですね、あえてそのアソシ競技ラジコンの世界のアソシが出すクローラー部門ってことで、変なですね納得感を感じてたんですね。それがいいんじゃんって、そのチープな感じがエレメントらしくていいんじゃんみたいな、そういうふうに思っていて、実際今でもそうなんですけれども、でもそれにしてもですね、この武士道はねちょっとチープすぎて、これは微妙だろうな、売れねえだろうなと思ってたんですが、これね手にしてみるとですね、いやこれ人気出ていいんじゃね、もっと人気出るべきでしょってちょっと思ってます。確かにボディの感じはチープです。ただね、これホワイトボディ、このね初期設定のこのホワイトボディですね、これ、今ではグリーンとかブルーとかね出てるんですけれども、この色がねやっぱりね、これ多分初めのプロモーション的に失敗だったんだと思いますね。これもっとですねいい感じの色味で出してきてればですねまた違ったと思います。ただですね、前の動画でも言ったんですけれども、この武士道ですね、アメリカでは多分結構人気あるんだと思います。やっぱりジムニーですしね、ジムニースタイルなんですけれども、まずやっぱでかい10分の1のジムニーって結構ちっちゃいですよね、他のメーカーのって。オイルベース242とか、これ 300mm なんですよ。エレメントエンデューロとしてはショートホイールベースなんですけれども、 300mm のジムニーということで、これね他のメーカーのジムニーと比べると実質8分の1ぐらいの大きさがあるんですね。でエンデューロシャーシなんでめちゃくちゃ走るんですよ。そういうポテンシャルを持っていて、そういうですねベースがあるんで、やっぱりこのカスタムしていくっていうね気になるんですよね。でボディもですね RC フォイルドライブとかですね、ナイトカスタムズとかですね、そういったところからですね、カスタムアクセサリーパーツがいろいろ出てるんですよね。もっとかっこよくするやつね。そういうのを使ってですねカスタムしていくと、これね本当唯一無二のですねジムニートラックになるんじゃないでしょうか。ライセンスじゃないんですけどね、その辺こだわる方はもちろんねあれですけれども、一応やっぱポリカボディでこういう形状なんで、ベースとしてはいいと思います。300mm のデメリットっていうのは正直僕は感じませんでした。ショートになってどうなんだろうなって思ってましたけれども、やっぱりエンデューロですからね変わらないですね、ほとんど。13mm 程度はねほとんど何も変わらないです。いやーいいよね、やっぱね。このまったりトレイル、これね、横浜のねなんとか公園ってとこちょっと忘れたんですけど、テロップ出しておきますけれども、ここでですね、仕事の帰りにですねちょっと早く出てですね、ラジコン持ってね、撮影しました。こういう桜の時期だったんでめちゃくちゃ人いっぱいいたんですよ。平日の夕方でしたけどね、結構恥ずかしかったんですけれども、もうね僕ねそういうのねあんまり気にならなくなりました。むしろね見せつけてあげたい、見せつけてあげるってちょっと言い方悪いですけれども、見てもらってですね、こういう趣味あるんですよって、もっとですね皆さんにね知ってもらいたいなっていうので、もう堂々とですね
遊びました。撮影しておりました。ただね、お子さんとかが多い場所だとやっぱ寄ってきちゃってね、撮影できなかったりするんで、そういうとこは避けますけれどもね、今ここ走ってるところも、これ夏はねジャブジャブ池高原になるらしくて、このお子さんがねもうめちゃくちゃいっぱいいるみたいなんですけど、まだね春でこんな清掃もされていない時なんで、もう誰もいませんでした。こんなところでですね、おじさん一人がですねラジコン撮影しながらですね、なんか撮影してる姿はですね、若干異様かもしれないんですけれどもね、やっぱねおじさまとかがですね結構興味があって、なんかじろじろこう見て話しかけてくれたりする方もねたまにいるんでね、嬉しいと思いますね、そういうのはね。ここはですね、このジャブジャブ池公園、結構ねこの岩場があるんですよ。ロッククローリングできるような場所はないんですけれども、結構いい感じのスポットですね。この公園はねまた行ってもいいかなと思いました。いろんなところね探してるんですけれども、なかなかないですよね。その遠出しないで、会社と家のこう中間地点とかね、僕会社今ねちょっと横浜の方なんですけれども、そっちから世田谷の方に帰る途中でですね、なんかどっかないかなとかいつもやってるんですけどね、ここの公園はねまた行こうと思います。ところでですね、エレメントエンデューロ、いっぱいですね車種増えてきましたよね。で増えてきてるんですけれども、知らない間にですね廃盤になっている車種も結構ありました。ゲートキーパーとかもねそうですけれどもね、やっぱこういうのね突然ですねなくなったりしてしまうことがあるので、気になってる車種はですねやっぱねその時にゲットしといた方がいいかもしれないですね。もちろんアフターパーツとしてねボディだけ変えたりはしますけれども、パッケージとしてね日本に入ってきたりしてるものは早い者勝ちとは言いませんけれども、やっぱり円安がね今こういう加速している中でですね、なかなかですね入手しづらい状態もあります。なので、見つけた方はですね気になっているものはなるべく早くですねゲットした方がいいんじゃないかなっていう、ちょっとおせっかいですけれども、そういう情報もあります。僕はですねクローラー本当大好きでですね、なんだかんだ言ってこういうのが一番好きかもな。ガツガツ岩登るのももちろん楽しいしワクワクするんですけれども、やっぱ根本的にはこういう場所でですねトレイルするのが本当に好きなんですよね。これインナーフェンダーやっぱ欲しいな。インナーフェンダーって大事ですよね、結構ね。確かね 3D プリントパーツとかであったような気がするんで、ちょっとその辺も含めてねやっていきたいね。あとやっぱボディのこの塗装はこれ絶対したいね。今度ね表からねなんか別の色塗って、このデカールも全部剥がしてねライトつけていろいろやっていきたいなと思います。ちょっと先かもしれないんですが、またねご紹介しますので、それまでね楽しみにしていただければと思います。それではさようなら。